はいどうも皆さんこんにちは、ブロトバンナムです。本日の動画はアメリカカリフォルニア州の強豪プレイヤーのタイランクスですね。この方のルキナ使いなんですけど、諸事情でね、ちょっとしばらく休止してて、最近大会にね、復活したという感じになってます。で、なんで見るのって話なんですけど、一応僕の相棒であるね、フルトラキっていう方がいるんですけど、8年以上の長い付き合いでして、その方がね、ちょっといろいろとね、お世話になって、で、せっかくなんで僕もね、なんかいろいろ恩返ししたいなと思ったんで、彼が困ってるのとかあるって聞いたら、一応ソニックが困ってると言ってきたんですよ。で、それで、俺でやるければやりますよっていう感じになったという感じです。で、動画からの許可ももらってるよっていう感じですね。なんで、それをやっていこうかなと思います。なんで、今回の趣旨は、ルキナでソニック隊という意味でもあるんですけど、どっちかっていうと、このルキナ以外でもソニック隊がためになるというのは、正直確信ぐらい、結構自信があります。それほどソニックは俺一時期めちゃくちゃ困ってても不利なんじゃねえかっていう感じなんですけど、今は B 売りぐらいまでは持ってきてると。そこまでは上がってます。なんで、弾がなくて、ソニックを止める手段が乏しいファイターは何をしたらいいのかと。弾があるファイターだったら弾を撃てばいいと。そういう感じになってますよね。なんで、今回は、ルキになってるキャラが弾ないんで、他のキャラにも大体応用できますという感じですね。で、早速やっていくんですけど、まずね、対ソニックで必要なことは何かというと、まず、着地狩りをするっていうこと。スピンに対して、本当は技をかぶせられるのが最高にベスト。ただ、意外と早いのと、出すタイミングが把握できてないと、狩るのが結構難しい。なので、スピンをガードして、ガードした後の逃げるやり方を見て、それを読んで狩るっていう感じが多いですね。例えば、スピン打った後に上 B して、バネ逃げして上に逃げるタイプとか、スピンしながらめくったりとか、スピンしながらスピンジャンプしてめくるとか、スピンからホーミングアタックしてくるとか、いろいろあるんですけど、それらのスピンからの何かを狩ることを意識するっていう感じですね。それがソニックの上で、一番大事なことかなって思ってます。で、2個目に安易に飛ばないっていうのを大事だと思ってます。なんでかっていうと、ソニックって空中にいる相手に空母で撃墜できると超助かるんですよね。嬉しいみたいなね。なんでかっていうと、空母はリスク少ないし、持続も長いし、よく飛ぶから、すごいね、飛んでくれてるのありがたいんですよね、むしろ。逆に地上べったりはすごい嫌なんだよね。なんか、スマッシュ当たれとか、お願いスピンとかになっちゃうから、そういうことが増えちゃって、かなりしんどいよって感じなんですよ。なんで、こいつは基本的に地上べったりでやることが大事ですね。その2点が超大事ですね。で、こっから先は動画見ながらちょいちょい、アドバイスプラス、大事なところをピックアップしていこうかなと思います。では、動画流しますね。はい、始まりました。はい、ステップ戦の様子見と。そうですね。ちょっと今回は辛口でいくんですけど、まずね、ソニックっていうファイターは、時間がかかると思ってた方がいい。まず、5分か6分ぐらい、長時間やることが大事。なんでかっていうと、ソニックがすごく様子見をしてくるファイターであるから。ソニックはまず時間かかるんで、癖を見るのも大事なんですよ。相手も癖を見てくるし、こっちも癖を見て、癖の読み合いをしなきゃいけないから、前に詰める行動はいろんなパターンを持ってた方がいい。あんまおすすめしないのは大ジャンプ行動。ショートジャンプはめっちゃいい。大ジャンプで様子見るのは正直弱い。着地がされやすかったり、潜り込まれやすかったりするから。で、こいつ空上からのリターンがバカなので、空上からね、対空空上でリターン取ったりとかされると相当ひどいことになるから、大ジャンプは、引き捨て大ジャンプ入れ込みとか、スピンが来るタイミングを読んでやらないと弱いって感じだね。なんで結構扱いが難しいんで、基本的にショートジャンプか、ダッシュガードか、下強とかで、技を打って、その下強に対してスピンかぶせようとしてくるところに下強以外の選択肢とか下強ガードとかして、着地狩りに持っていくっていうのが大事ですね。なんでタイランクスを見てると、まず食い捨て使った方がいいね。ここでね、ショートジャンプして待つのはめっちゃいいと思うけど、ここから前行った時にもういきなり当てに行こうとしてんだよね。このファイターって基本引いたりスピンで無敵合わせてくるから、当てに行くのは裏タクなんだよね。
どっちかっていうとダッシュガードとかで詰めて、ガーキャンショートジャンプとかで距離感調整したりとか、ダッシュガードしてスピンを打たせてから対空を意識するとか、ダッシュガードを見せて投げを誘って相手の投げを、相手っていうのはソニックの投げを誘って投げに対してガーキャン空中攻撃とかその場から這わしてリターン取るっていうのが読み合いとして大事なんで、当てに行くのはあんまりおすすめしない。当てに行くのは相手がこんな感じでラインがない時にマベコンで当てに行く。なんでマベコンかっていうと、マベコンは相殺判定なくて1段目が無敵でかわされても2段目3段目4段目で当てれるから、だからマベコン一択、当てる場合はマベコン一択。ただガードされるかもしんない怖いなの時だけ下強って感じで使い分けるといいですね。でこことかの様子見もいいと思うんだけど、相手としても様子見してるから、ダッシュガードでここガンガン詰めたいね。ダッシュガードから、技打ってもいいけど、技打った場合は絶対ガード意識だね。基本こいつガード意識だから、投げられてもいいから基本ガード意識だね。下り空円とか、この辺とこの前でもダッシュガードから下り空円で詰めてもいいし、大体来るんだけどダッシュガードしたら、なんでダッシュガードしてお見合いするっていう感じですね。でこのさそうだったらガーキャンショートジャンプまで入れ込むって感じですね。でそうするとこんな感じでいつかしびれを切らすから、しびれを切らしたタイミングでこんな感じで引きショートジャンプ前にね、でちょっとギリギリまで見てリターン取れるのは空下なんで、合わせれるなら空下を置くといいね。空下からなんか痛いことができるんで空下痛くっすね。でこんな感じで来たじゃん。でガードカジは弱いからやめた方がいいね。でここでガーキャンショートジャンプこうやって突っ込むとこんな感じで当てに行こうとすると、これ弱で打ってるんだけど、これ弱のモーションなんだけど、当てに行こうとするとこういうのに当たっちゃうから基本待ちだね。ここもダッシュガードして前関節ショートジャンプで行ってもいいし、もしガード解除するんだったらマベでもう直接当てに行く。マベ一択。ガードされるの怖いんだったら下強だけど基本マベだね。スピンの無敵とか来たら無理だから。だからここもガーキャン前引きショーじゃん。こんな感じで引いてスピン誘って空下とか空前とか空上とか置いて、空下が一番いいんだけどね。空下当ててリターン取るっていうのが大事。それで取っていくのがジャグいいね。これは全然いい。こことかもやっぱ大ジャンプしてる時点でなんかねライン詰めれないんだよね。こうやって大ジャンプ結構してるんだけど詰めれないんだよね。これだと相手も飛んでるな、じゃあやめとこうになっちゃうんだよね。いけそうだったら空へ行こっかなぐらいで考えてるから、その場合なんか手癖でとりあえず飛んでるだけだと来ないし、対空上されてリターン取られてしんどってなっちゃうから、大ジャンプはほんと弱いね。どっちかっていうと空していっぱい使って地上戦べったりしつつ、いつ突っ込んでくるのか分かんない状態にしてて、相手がしびれ切らしたら刺す。しびれ切らさなそうでためらってたらマベとか下強で読み合い仕掛けたり、ダッシュガードで圧だけかけてスピンを誘うって感じだね。が大事。こことかもちゃんと下強で言ってるけど、こういう感じで外してもいいんだけど、外してもいいんだけど結局これも当てに行ってて、相手はこんな感じで引かれちゃうんだよね。こんな感じで当てに行こうとしてもラインがある場合は引かれて当たんねえやってなっちゃうし、これで飛んだとしてもここでこの時点でスピン来ちゃったら差し返せないんで、大ジャンプなんだよね。基本的には本当に真ん中意識してスピン誘って差し返すが本当なんだよね。でもう一個の勝ち筋はこうやって技が打つじゃん。こんな感じでソニックってあれなんですよね。ガーキャンクーマン優秀なんで結構ガーキャンしてくれるんですよね。なんでこのガーキャン誘ってこんな感じで下強で押し付けるのクソ弱いからやめた方がよくて口悪くて申し訳ないけどクソ弱いんでやめた方がよくて、なんか技打ってなんかガーキャンしてくれるから、そのガーキャンにガードして反撃する方が高いかな。どっちかっていうとガーキャンクーエが高いかな。ガーキャンクーエとか引きダッシュにしてガード入れ込んで確認とかすると結構いいことになるかな。なんかスピン来てもガードできるから着地狩りになるから弱くて、ソニックのガーキャンクーエに対してこっちのガーキャンクーエできたらそのまま着地狩り展開になるから、またリターン取りやすいって感じになるから、固めたいんだったら弱とかかなって感じ。ただ裏タクなんで基本固めるのは弱いっすねこれはもう確信あります。なんかわざわざ本当に弱いこのキャラ。自分の配置で何回も言ってるけど弱いっすね基本的には。ここのスピンも100% 当たるのは無理なんでそれはいいんですけど、ここでダッシュガードしてここでね
ここも当てに行こうとしてんだよね。ダッシュガード最短だったら多分ね、この辺で出るはずだよ。で、出て、スピンガードして着地狩り。なんだけど、この人なんか下強だね、これ。当てに行こうとしてるからスピンに当たってるから、基本ね、やっぱ当てに行こうとすると基本負ける。相手がね、来ると思ってないだろうなってタイミングじゃないと基本いけないっすよね。ソニックって。まあ、どんなキャラでもそうだと思うんだけど。ルキナに限らずね。これはいいですね。あ、いいね、ジャンプで。欲しい。お、うまい、いい工夫した。あ、やばい。一応これも、細いけど、言うと、ジャンプするじゃん、こうやって。ジャンプ食う前は、まあ悪くないんだけど、だいたい前行くと差し替えされて、こんな感じ引くのは偉いんだけど、もうね、初動から引いた方がいいですね。もう当てる気ないですよーって。ソニックって、こうやってステップして様子見してんのよ。この何をしてるかっていうところ、こうやって様子うろうろしてんのは、動くの待ってんのよ。要は崖離し攻撃とか、ジャンプ上がりなんちゃらとか、攻撃を誘ってて、この動きって。で、誘ってきたら空砲とか横強で差し返して復帰阻止で倒してやろうって考えてるのね、こういう時って。なんで、だいたいジャンプするんだったら空母来るって思っとかないといけないんだよ。この空前見て空母合わせて来るよね、君っていうのを信頼して、ちょっと引くのよ。こんなに前行かないでもう撃ったらもうこの辺から撃って、もう引いて、で空母来たタイミングで空中で差し返す。ジャンプは使わない。ジャンプ使うと、かられた時やられるから。っていうタグと、もう一個が、ジャンプを最速ではないけど、ちょっとディレイかけて、ジャンプで踏みつけジャンプを入れ込みながら、ジャンプすると着地狩りされることにはなっちゃうんだけど、この崖状況はスキップできて、真ん中の高いところからスタートできるから、まあこんな感じで、ここからスタートできるから、結構空母だけ気をつければ、まあそうそう倒されることはないって感じ。ここだと、この崖近くで読み合いがもししちゃって、空母当たったり空母当たると、こんな感じで当たって、もうワンチャン倒されるから、非常に危険なんだよね、こういうの。っていう感じ。危険なんですよ。なので逆に言うと他のキャラでもそのジャンプ入れ込みは結構おすすめだね。こいつ着地狩りするとき基本空母で来るから、横軸だけ気をつければそうそう当たんないね。まあ空上で来ることほぼないから。ほとんど空母だから。来るとき。もしくは地上でなんかスマッシュブーンって言ってくるから、ほんと大体2択。ここもそうだね。ここでの大ジャンプも、まあ正直良くないね。もうこれな暇あるなら、ダッシュガードでガンガン詰めて、だから下強とかもまあ悪くないんだけど、ダッシュガードで詰めて、その場回避誘ったりとか、なんかガーキャン誘ったりとか、相手の手癖を出させた方がいいね。まあこっちも掴まれたり、なんかリスクはあるんだけど、そこのリスクをしないと、ソニックって結構読み合いを放棄してくるというか、密着戦闘は正直弱いので、ルキの方がまあ3倍ぐらい強いから、そこで読み合いしないとしんどいかなって思う。で、逆に言うと、ソニックが真ん中に来るときって基本的にはあんまりスピン来ないのね。なんでかっていうと、崖を捕まることになることが多いから、なんか倒せるときぐらいのと、あと不意打ちのとき以外はあんま打ってこないから、そんなにね、警戒しなくていいんだよね。その真ん中の時のスピンって。ソニックが真ん中にいるときってあんまスピン打ってこない。倒すときとかじゃないと。なんで頻度が少ないからあんま警戒しなくていいんだよね。端にいるときは結構スピン打ってくるから、その時は結構スピン意識。真ん中の時はどっちかっていうとダッシュガードしてライン詰めながら圧をかけて癖を釣り出して狩る。まあそのためにやっぱり食い捨ては必要だね。大ジャンプだとその動きはできない。ちょっと全体フレーム長すぎ。ショートジャンプでもいいけど、ショートジャンプの場合は相手にスピンを合わせられやすい。だからやっぱり地上行動が必要で、そうなると食い捨てが必要って感じ。で、こうやって逃げたじゃん、今。スピンね。で、スピンでこうやってガードしたじゃないですか。こうやってピューンって飛んでって逃げたじゃないですか、こんな感じ。で、追いかけて、ここまで追いかけて、ダッシュで。で、その後に、来てたら相手空母撃ってくるか、もう一回ステップしたりとか、ガードしたりとかするから、そこで読み合いするって感じだね。その後に何すんだかなーっていうのを読んで、狩るっていうのが大事。読まれ出したね、逆に。なんか、ルキナ側が下強とか、とりあえず待ってるしかあんまやってないから、ソニック側が、なんか、
こんな感じで滑り横強で突っ込んできたね。相手の下木多いなって分かってるから。まあ、こういうね、癖読み合戦をするんだよね、ソニックって。だからね、この心臓強さが大事なんだよね。あ、うまい。いいか、ギャンク上。あ、うまい。バーネ誘ってく上。いいですね。そうそう。こういう感じなんだよね。やっぱ着地狩りで、どれだけこいつのリターンと撃墜できるかがかなりかかってるから、ここで倒せるのはすごいでかい。あとは崖かな。復帰阻止はむずいから崖で横スマワンチャンとかはした方がいいかもね。あとは下強とかガーキャン上スマとかになるから、やっぱダッシュガードが上手くないと、そういう読み合いはできないかな。お、いい復帰。ああ、惜しい。もうしょうがない。今の空港はしょうがないんだよな。これはいい復帰だったね。いいルート。まあ、この空港もね、なんかジャンプ多いな。さっきジャンプ空間してたからなと思ってたから、とりあえず置いてると思う。だからここも回避上がりがまあ、正解で言うんだったら回避上がりと、あと崖つかまりっぱなんだけど、崖つかまりっぱこいつね、ちょっかいかけるコードがね、横スマとか下スマしかないからね、トニック使いあんまやんないんだよね。その場上がりに横スマとか、回避上がりに横スマとか、ジャンプ上がりに空砲とかばっかりで、意外と崖つかまりっぱって安心だから、ジャンプ上がり踏みつけと崖つかまりっぱ増やして、横スマされてもいいやぐらいの感覚でいると結構楽っすね。結構こいつは崖つかまりっぱ、回避上がり、ジャンプ上がりがだいたいメインっすね。裏タクで崖離しとその場って感じ。本当にこの空砲がね、安いんだよな、なんか、あいつとしては。とりあえずポンと置いとけばいいかって感じだから。あ、いい滑り横行。いいね。あー、惜しい。もうちょっと確認したいかな。打つじゃん。こうやって打つじゃん。打って、ガーキャン誘って、引きダッシュもしくは、引きダッシュ、ショートジャンプ空下とか、ガーキャンなんちゃらとか、入れ込むといいかな。我慢できなくなったら、もうスピン来るから、もうここでもし、またスピンかなと思ったら引きショートジャンプで見て、来そうなタイミングを読んで空下置いたり、空後置いたり、空用置いたり、で、厳しかったらスカッシュ着地に変えてガードにする。とか、引きショートジャンプして、やばいって思ったらもう一回ジャンプするみたいな感じでね。まあ、この辺は俺がダブルダウンとか見たらやってるので、まあ参考にしてもらえれば。あ、いい、うまい。いや、やっぱ前行きたいね。やっぱ前行きたいね。この辺とかも前行きたいね。ガンガン。当てたら前行きたいね。待つのを徹底するなら徹底した方がいいし、徹底しないんだったら、なんかいい塩梅でいかないといけない。やっぱ下上はね、強いんだけど、なんだろうな、リターンとしては弱いんだよね。ちょっと、たった 8% だっけ、スーパーぐらいだから低いんだよし。それだったら空下とか、下り空中攻撃合わせとか、着地狩りでボらないと、まあ、リターンがきついね。取れないね。リターンが取れない。おお、いいね。ああ、いいね、午後。いいね。圧がかかって崖具合だと思わせてるのが。いいね。うん。あ、惜しい。もうちょっと見たいな、やっぱり。やっぱそうだね。まあ、こっからはもう重複しそうだけど。この辺で飛んで、もうルート読んで、まあ大体この辺かな、みたいな。こうやって来るじゃん。で、大体ジャンプするタイミング読むのよ。読んだら大体この辺かな、みたいな読んどいて、もうそのタイミング、もうスピン見えたら、その方向にめがけて攻撃しないともう間に合わない。ちょっと見すぎか見なさすぎかわかんないけど、多分見なさすぎな気がする。もうちょっと飛んだ時に見た方がいいね。前行かないとこんな感じで、なんだろう、崖狩りされやすくなるから、なんか、待ちすぎも良くないんだよな、ルキナの場合は。他のキャラだったらもうちょっと、いい時があると思う。まあ、ルキナはそうかなって感じ。クマ打ったかな今。打ってないタイソニックってね、ルキナは基本空場へ打たないと
損。正直。もったいない。なんでかっていうと、ルギナは剣が持ってるんで、結構当たり判定には自信があると。まあ、当たり判定なしで攻撃できるから、打ち毒。ソニックは逆に生身で突っ込んでくるから、当たり判定バリバリで出してくるから、空前を置かないとこういうのは阻止されちゃうから、基本的に空前置きがド安定だね。っていうのはあるね。空前嫌がると今度バネとかタイミングずらしてくるから、そこでドルフィン早出しとか移動が引いてタクが切れると、まあいいかなっていうのは思いますね。しょうがない。読み合い。読み合い。読み合い。でもね、ホーミング当たったじゃん、今。8% なんですよね。これ、当たってもいいんだよな。たかが 8% なんだよな。まあ、当たったところでなんだよな。全然いい。安い。着地狩りで30、40取れるから、ルキナってが、上手い人なら全然取れるから、全然いい。あ、いいね。いい流れが来てる、やっぱり。この流れ良かったね、やっぱり。着地狩りになったから。熊当てて、滑り横強でいいかな。熊当てんじゃん。ここ滑り横強でいいな。ただ、まあ、こんな感じで、ガードされる読みだったら、まあ、マベとか下強に変えた方がいいかなっていうぐらいだから、まあ、これは経験なんだけどね。経験でまあ、大体引くから滑り横強でいいなと思っちゃった。で、これガードしてグー当ててから、展開いいじゃん。欲しいな。もっと2段ジャンプで追った方がいいね、これ。なんか、フェイントはいいけど、大ジャンプして、まあ、大体このまま落ちてくるから、まあ、落ちてくるか、左の台に乗るから、ショートジャンプしといて、下り空合わせて、まあ、有利展開みたいな。暴れてきたら勝てるし、大着されても、台下だから後しかさられないねって。しかも相手はガード状態からスタートするから、楽だね、みたいな状態になるから。ね、ここで追っかけないのはちょっともったいないかな。基本的には2段ジャンプを追っかけた上で、大ジャンプ、地上っていう風に読み合いを変えるといいっすね。お、いいね。お、これは倒せるぞ。ああ、惜しい。いや、この復帰阻止ちょっとな、もったいないな。なんでもったいないかっていうとね、これルギア使いみんなそうなんだけど、止まってんだよね、ここで。なんか、ここで。あ、俺のルギアは、ここからずーっと前行くからね。ここで止まんない。もうこんな感じでずーっと行く、こんな感じで。止まると、復帰阻止できないんだよね。これはもう俺が現役の時からずっと思ってる。この復帰阻止は良くないね。止まっちゃうと、圧になんなくて、相手がなんか回避とか来てくんないの、こんなに遠いと。なんで、俺がやってるルキナだったら多分ね、1フレームずつ動かすとこういう感じになってる。こんな感じ。まあ、この辺にいるかな。なんでこの辺にいるからワンチャン空壕されるかもって思うから相手はなんか動くし、嫌だったらなんか早出しウェビーとかするから、じゃあドルフィンフェイントしようかなとか、そのまま空壕してやろうかなとか、マベで一回タイミングずらしてからなんかしようかなとか、いろいろできるんですよ。なんで、もうこの時点で復帰阻止をする展開にならないね。なんだろう、一回読み合いを損してるって感じかな。細やいこと言うと。なんで結構これ他のキャラの人でもそれは多いですかね、なんか。復帰阻止に行く量が甘いってことですね。基本的には振る舞い完成でずっと前に入れましょうってかな。まあそんな感じかな。うん。まあそんな感じですね。まあ今後もこういったやつがあればやっていくと思うんで、よかったら皆さんもコメント等でなんかご意見と、こういうのも見たいな、ああいうのも見たいなとか、そういうのとか感想とかあれば全然気軽にコメントしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。